今回もですね GoPro Hero 12の話題でちょっと行ってみたいと思います。世間はね iPhone15 シリーズでかなり盛り上がっていますが、私のものは全く届く気配もありませんので、もうしばらく GoPro Hero 12いろいろ検証していきたいと思います。でまず今回はですねバッテリーの持続時間ですね、熱停止までの時間というか、そういったものを比較してみたいと思います。でまずウェブサイトのデータをちょっとチェックしておきたいんですけど、今回のモデルチェンジの一つの目玉としては熱制御性能が向上し撮影可能時間が最大2倍にと書かれています。最大2倍というのがミソでしょうけど、でですねどういう条件か、 5.3K30 なら 1.5 時間 1080p ならで 30fps なら 2.5 時間以上連続で録画可能ということになっています。これが本当ならなかなかすごいです。で、ここにですね2とか書いてありますので、どういう条件か、ここには1って書いてありますけど、この正し書きをちょっと見てみたいと思います。ここがまたミソですね。1、ヒーロー11ブラックで 5.3K60 撮影を行い、熱に至るシャットダウンに至るまでの時間35分との比較、気温25度で風速 0.6 メートル毎秒というふうになっています。5.3K60 での撮影で35分しか持たなかったのが 5.3K30 なら 1.5 時間で、もうその時点で 30fps に落としてるんで、ちょっと卑怯というかね、でなんか比較がおかしいと思うんですけど、いいや。正し書き2の方はですね、気温25度風速 0.6 メートル毎秒で測定した撮影時間、広角デジタルレンズを装着、ワイヤレス接続、Bluetooth およびハイパースムーズ有効、全ポート後方の LCD スクリーン有効、1分のスクリーンセーバー、音声コントロールオフとなっています。気温25度、ちょっと25度以上あるんですけど、今回私はもうちょっと実仕様に近い感じで 4K と 1080p フル HD でテストしてみたいと思います。どちらも 60fps でやってみたいと思います。それにしてもね 5.3K60 で11話動かしといて12話 5.3K30 でやるって言ったらもうフレームレート倍ですからね。どの程度影響あるか分かんないですけど、全然イコールコンディションじゃないんで、ちょっとこの実験はどうかなとは思いますけど、私は 4.3K60 で11と12、それから 1080p の60で11と12を比較してみたいと思います。気温はですねちょっと高めで30度ぐらいですね、30度弱から32、3度の中でテストしました。で風はもう自然風なので、外でやった時もほとんど無風状態でしたね。空気の流れぐらいはあると思いますが、非常に風のない穏やかな状態でテストしました。室内の方はもっと風がないと思いますね。もうちょっと過酷な状況かと思います。じゃあちょっとテストの様子をご覧ください。じゃあ今から GoPro の耐熱テストをしてみたいと思います。32.9 度 36%、 湿度はかなり低いんですけど、どのぐらい持つのか。ヒーロー12はバッテリーが、96% ちょっと減ってますよね。ヒーロー11は 99% あります。3時38分スタートです。 GoPro ビデオスタート。ちなみに設定はどちらも 4K60 でハイパースムーズはオンです。ビットレートはハイ、10ビットカラー、そして手ブレ補正オンで、手ブレ補正言ったか。あとはビビッドじゃなくてナチュラルでやっています。関係ないとは思いますが、シャープネスはミドルです。今ですね部屋にいたらピピになって止まったのが分かりました。11が止まりました。12はまだ動いてますね。18分です。たった18分か。11は18分で止まりました。こんな感じで若干そよ風は吹いてます。弱いですけど、12は今のところ頑張っています。かなり暑いです。11はむちゃくちゃ暑いです。
11の方が暑いですね。おっと、いつの間にか12の方も息絶えていました。どこまで取れたんでしょうか。見てみましょう。高温になったため前回のセッションが終わりましたと書いてあります。23分18秒取れてますね。11はどうでしょうか。こちらも高温のため停止とあります。こちらはですね17分39秒、6分ぐらい長くなってますかね。ということで、ウェブサイトのテストデータよりは結構過酷な気温32度ぐらいで 4K60 で実験した結果がこんな感じになっています。5分40秒ほど長く撮影することができました。23分ぐらいということなので、ほぼ無風状態でこの気温でこのぐらい持つということです。これがいいのか悪いのかよく分かりませんが、11より長くなっていることは確かです。じゃあ次にフル HD1080p でどうなるのかお見せします。十分冷えた感じなので、今度はフル HD1080p の 60fps でテストにしてみたいと思います。今度はですね、バッテリースタート時点で11が 71%、12が長く撮影できた分減ってますけど 63% です。4時21分31度です。だいぶ涼しくなってきましたが、どうでしょうか。31分ほど撮影が続いています。30度、相変わらず風はほとんどありません。まだ頑張ってますね。28.5 度になって絶好調なんでしょうか。52分。おっと、だいぶバッテリーが減っちゃいましたね。 9%、6% になってしまいました。ほぼ1時間52分ほど経ちましたが、まだ全然問題なく撮影は続いています。11の方が今撮影を終えた瞬間に撮影が止まりました。どうなんでしょうか。ちょっと電池がなくなったわけじゃないと思うんですが、熱停止でしょうか。温度が高くなりすぎたため、前回は温度ですね。温度で止まりました。52分3分ぐらいだったと思います。こっちも止まってしまいました。12も止まりましたね。12はバッテリー切れで切れたということです。何分取れたんでしょうか。59分57秒、ほぼ1時間取れましたね。という感じで、フル HD のテストではヒーロー11は熱停止しました。で12の方は熱停止はしなかったんですが、 4K のテストの後そのままのバッテリーでスタートしましたので、バッテリーがなくなって停止してしまいました。少なくともほぼ1時間は撮影をすることができました。で悔しいのでもう少し実験を続けました。エンデュランスバッテリー別のものを入れました。 99% です。室内なんですけど、気温等はさっきと変わってないと思います。もう一回行ってみたいと思います。ちょっと GoPro 冷えてからにしましょうかね。 GoPro も室温になりましたので、もう一度じゃあ撮影したいと思います。ですね 1080p の 60fps でいきます。気温はほぼ30度弱だと、ほぼ30度ぐらいだと思います。だんだん下がっていくとは思いますが、どのぐらい持つのかやってみたいと思います。メモリーカードは2時間53%あります。十分じゃないかとは思うんですが、行ってみます。5時半ぐらいスタートで、気温は31度ぐらいです。湿度は 48%。 いつの間にか止まってしまいました。まだ気温は28度。バッテリー切れっぽいです。違うバッテリーで
立ち上げましたが、バッテリー切れで切れたということです。1時間47分ほど撮影できたようです。今度はウェブサイトのデータ通りで、ちょっとやってみ、データ通りというのも気温は30度です。ウェブは25度と言ってますので、ちょっと過酷な状況ですが、30度。そして 1080p の 30fps でやってみたいと思います。11、12です。でバッテリーが現状、97% と 99% です。メモリーの残りが4時間ぐらいあります。十分持つんじゃないかと思いますが、スタートは11時2分です。この状況、若干風が時々入ってくる感じです。網戸になってます。じゃあ行きます。さあ1時間 7,8 分経ちましたがいかがでしょうか。11が 45% になってますね。あとバッテリー 45% です。で12が全然違いますね。 56% ありますね。ほぼ2時間経過しましたが、11は残り 1% です。12は残り 21% まだありますですね。1時1分11が止まってしまいました。ほぼ2時間かなと思います。12はまだ頑張っています。 19% ありますね。まもなく2時間半になりますが、まだ頑張ってくれています。1% になっています。そろそろ終わるでしょうか。2時間25分になっています。終わりました。2時間25分6分ってとこでしょうかね。1時28分で終了しました。どちらもバッテリー切れですね。やっぱりね。1時間59分。12がですね、2時間25分撮影できています。発熱自体はしてますけど、むちゃくちゃ熱くもないので、やはり熱停止するほどじゃないなという感じがします。どちらもバッテリー切れで結局終わりました。バッテリーの持ち時間の問題でした。バッテリーの持ち時間というか、制御が変わっているということなので、その差が出たのかなと思います。あくまで私の自宅実験上での結果なので、そんな科学的な結果ではないんですが、比較はできたかなと思います。4K60fps で今回のような条件だと、ヒーロー11は17分で、こっち12は23分ということで 35%、約ですけど伸びてました。伸びたと言っても知れてますけど、もうちょっと風を当てたりすればね、もっと長く持つと思います。で 1080p60fps フル HD60fps だと53分と107分で、こっちの11は熱停止でした。で12は熱停止しませんでした。ここがちょうどなんていうんですかね、改善の分かれ目というか、なんでしょうかね。で、結局バッテリー切れまで107分間使うことができました。で 30fps に落としたところ、今度はどちらももう熱停止はしませんでした。11も最後まで持ちました。ここはバッテリーの持ち時間というかが良くなってるっていうのが分かるかなと思うんですけど、119分が145分で約 22% の増加になっています。スタート時点で数%差があったので、3% ぐらいありましたかね。それにしても 20% ぐらいは長く使えるようになってるのかなと思います。ウェブサイトの数字が 1080p30fps で2時間半でしたっけ、150分ぐらいということだったんで、ちょっと条件が悪い中でもそれに近い数字が出たのかなとは思います。で次回はキャンプの時にちょっと暗い中で撮影した映像があるので、それとあともう一つは夜車の走行中の映像なんですけど、いろんなモードで撮影してみましたので、夜撮影するならどんなモードがいいのかみたいなのをちょっと見つけてみたいと思います。ということで今回もご視聴ありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。